アンニョン、パクンです。今僕は埼玉で活動されているアキさんを取材しております。彼は実は日本に帰化して、今は国籍としては日本国籍を持たれております。なぜ韓国国籍から日本国籍に帰化するプロセスになったのかとか、帰化というのはどういった意味を持つのか、質問をしていきたいと思います。それではアキさん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まず一つ目の質問がですね、帰化を考えるから決定するまでどういった出来事があったのか教えてください。私の最初は配偶者っていうビザで結婚してるからその相手としてビザが発行されてたんですよね。それから永住権っていう申請をした時に永住権の審査が当時一気に厳しくなってって、それで脱落したんですよね。稼ぎとかも少なかったんで永住権ダメだったなーってなって、行政書士さんにどうしたらいいですかねって話をしたら、今は帰化の方がハードルは低いかもしれないっていう、お話いただいて、帰化をすることを検討した結果にはなりましたけど、なんで帰化をする理由があったのか、永住権じゃなくてなんで帰化する必要があったのかって言ったら、いろんな理由があります。まず、こっちで経済活動が難しいんですよ。永住権を持ってないと。ローン組めないとか、あと多分ですけど、携帯とかも一括で買わなきゃキャッシングサービスとかお金ないってなって借りるってなっても10万円までとか、当時は家買うとか、その車どうしようかなっていうのもやっぱ考えてた時期なんで、日本住んでて同じ税金払ってるのになんでこんな厳しい目で見られるんだろうなっていうのがあって、国籍を取ればいいんじゃないかなっていう、入り口はフラッとした感じでありました。生まれが日本なんです。韓国で1、2歳の年ぐらいなんで、もう生まれてすぐもうここで、もちろん覚えてはないですけど、ここに住んで両親の仕事関係で、その後韓国に戻って生活してるじゃないですか。私は小学生の時に故郷とか出身地とかをみんなで発表する会があったんですよ。小学校の多分低学年だと思うんですけど、あれどこなのか知らないから聞くじゃないですか。母親に聞いた時に、あなたは東京の板橋区なんだよっていうのがきっかけで、当時の写真のアルバム見せられたりとか、生まれた時の日本だと足にインクとか塗ってペタッと、そういうのも全部残ってて、俺生まれ日本なんだと思って、その時の写真とか見て、で、何にも考えずに、その発表する時とか、私は日本で生まれました。日本の東京で生まれました。で、何歳からここにいましたっていうのを発表してた時に、白目向かれるっていうか、言われてた時期があったんですよね。20年前とか。20年前とかだと、今でも領土問題とか、竹島だ、独島だなーって、写生大会とかでもポスター書くときに、独島は我々の国ですみたいなのを書かされてたんですよ。書いてって言われて、書きながら、お前は竹島って書くでしょみたいな。私は韓国の教育を受けてるし、実際反日教育とかも当時は、先生によってはひどい方もいたんですよね。で、敵視してるから、そういうところは言われ慣れてもいて、私が変わらなければ国籍どうこうどうでもよくないっていう話が自分の中であったんで、結局一括りにして悪者扱いみたいなお互いしてるんだと思います、正直。日本も韓国はこういう国でしょとか、韓国も日本はこういう国でしょとか、結局偏見だったりとかにつながると思うんですけど、私は私なんで、それで別に国籍に対しての変えるものっていうのが、私を変えるっていうよりかは、ある一部が変わるだけだと思っていて、実感する部分っていうのもそんなに感じないですし、私普通に韓国の時代の名前とかも今言わないで、自分で決めた名前が呉明宏なんで、もうそれで通してやってきてるんで、そこの考えの違いはあるかもしれないです。入り口は現実的な問題だったけど、よくよく考えてみると、子供の頃の話とかが、心の奥にあったんじゃないか、みたいな。その時からどこにいても言われちゃうんですよ。これ在日の方とかから聞いた話なんですけど、日本にいると在日だって言われて指さされて、だって韓国に行くと、お前日本人だろみたいな。国籍が日本じゃないですか、在日の方々も。でも、自分がしっかりしてれば別に国籍はどっちでもいいんじゃないっていうのが私の考え方なんですよね。聞いてて疑問だったのは、永住権より帰化するのが難しいんじゃないかなと思ったんですけども、その逆なんですね。見るところが違うと思ってて、帰化っていうのはどっちかというと、一日本人として
国籍変えちゃうわけなんで、人種は変わんないけど、日本人と同じ生活を暮らしてほしいなっていうところがやっぱあると思うんですよ。税金をちゃんと抑えたりと、犯罪を起こさないとか、あとは安定してる生活を送っているのか、なぜ日本国籍を取ろうと思ってたのかとか、そこの基準と永住権の基準って違うのかなと思うんですよね。帰化の基準っていうのが特にないんです。発表されてないんだと思う。こういう基準があると、あなた帰化できるよっていうのはないと思うんですよね。人それぞれだと思うし、スポーツ選手とかってオリンピック出るときに帰化降りやすいっていうのもあると思うし、基準はないけど、こういう生活を送ってた人たちが取りやすいねみたいなのでやってるんだと思うんですけど、永住権はハードルっていうのがある程度明確に出てるんだと思うんですよね。ここを全部クリアしてきて、みたいな。帰化の方はそこまで開示されてないからこそ、普通にサラリーマンで安定して暮らせれば取れる人がほとんどなのかな、わかんないですけど。ただそれ以外で言ったら、別に私の人種が韓国で変わんないし。国籍が日本ってことは、ある程度10年、20年ぐらいは日本に住む前提になってくるかと思うんですが、日本での生活を続けたいと思った背景はあったんですか？日本でまだやりきってないものがいっぱいあって、韓国に戻る選択肢が今現状はないんですよね。なので日本でいろんな生活してたいですし、韓国戻った時に、じゃあまた韓国の国籍取るのかって言ったら、取らないと思います。必要に応じてにはならないと思う。私の根っこをちゃんと軸ってなる国は日本って決めてるんで、20代を全部日本で過ごしてるので、日本を軸にしていろんな海外とかも行ってみたいんです。それぐらいですかね。両親とか周りからの反応はどうでしたか？両親は理解はしてくれる分はどんどん大きくなってるのかなっていう。それこそ私が学生時代に日本で生まれたっていうので言われたりとかするっていうのはお母さんに言ったことも昔あると思いますし、そういうのもあるんで、おめでとうでもないじゃないですか。ああ、そういう決定をしたんだ。じゃあ頑張ってっていう感じでしたね。友達も別に日本に対して悪いイメージを持ってないんですよね。意外と今の若い韓国人って。日本の国籍取ったんだ。すごくないみたいな感じで言ってくれるんですけど、内心はわかんないです。でも、お前日本人になったんだ。もう仲良くできねえみたいな人はいないんで。普通でしたね。もしかした今、韓国と日本という国をどう見てるのか。韓国って流行りがあると思うんですよね。乗っかれないと、オワコンっていうか遅いみたいなのもあるんで、私は。ただ日本って自分で思ってるビジネスを、失敗してでもいいんで、やってみたいってなる国はまだ日本の方がハードル低いんだと思うんですよね。韓国は早く早くじゃないですけど、波長が違うんだと思うんですよ。韓国行くと何でも早いんで、もう韓国の人たちすごいなって今なってるんですよ。逆に私が韓国の目線で日本を見たときに、すごいなって思う部分は、匠精神があるんですよね。一つのことに対して、私はこの職業で生きていくっていう匠精神は、すごいなと思うんですよ。なんで、いいとこ取りじゃないですけど、今日本にいるうちは、韓国バーっていうのを広げて、フランチャイズまで行けたらいいんですけど、今、埼玉っていうローカルの街ですけど、都内にまでお邪魔したいなっていう気持ちもあるんで、韓国のバーを経営しながら、日本で韓国のやつじゃないですか。なんで難しい中でやっていくためにお手伝いをお願いしたいです。じゃあ最後ですが、夢見ているもの、韓国バーっていうのをどうしていきたいのか。韓国文化が勢いがすごいんですよ。めっちゃ入ってくるんですよね。冷凍食品の一つのコーナーが韓国食品だけになってるところとかもあるくらい、すごい人気なんですよ。特にビビゴさんとか、そういう文化が入ってきてるのを見ると、韓国料理屋さんには日本の方々、一回ぐらいは行ったことあるっていうか、何回も行ってるとか、とは思うんですけど、韓国バーに行ったことがあるっていう人って少ないのかなと思うんですよね。なんで、韓国バー行ったことある。どんなっていう話題に触れるくらい成り立つお店として、その韓国のバーっていうイメージをかなり持ち込んで、そこを日本で広げたいっていう夢はありますね。韓国に行かなくても韓国のバーを日本で体験できる。そうですね。1年後とかで成功されて、もう一回インタビューできるといいですね。じゃあ今日飲んで帰ります。というところで、貴重なお話をありがとうございます。国籍とか民族とか自分のアイデンティティとは何だろうみたいなことをいろいろ考えさせられるインタビューでした。取材は以上にしたいと思います。アキさんはですね、今埼玉県の上福岡っていうところで、ホーリッチというバーを経営されております。興味のある方はぜひ行ってみてください。はい、以上、かくんでした。アンニョーン。